周りを見てこう思ったことありませんか？なんであの人はうまくいくんだろう？同じように働いている。同じ時間を生きている。自分も一生懸命。なのになぜか差が開いていく。あの人は運が良かった。才能があるからで片付けると実はもったいないです。成功する人は成功する前からある共通したパターンを持っているからです。言い換えれば、その初期設定を持っているから成功者になっていった。その素質は今のあなたの中にもすでにあるかもしれません。今回は成功者の素質がある人の特徴10選を見ていきます。5個以上当てはまる人は成功者有力候補です。ぜひ最後までご覧ください。成功者の素質がある人の特徴10選。1、成功している人に囲まれるとワクワクする。これは本当に重要です。人は無意識に自分の属するレベルに合わせて自己評価を決めます。周りが平均月収30万円なら、あなたもそれが基準になるし、周りが平均月収100万円ならそれが基準になる。脳にはミラーニューロンという仕組みがあり、私たちは無意識に周囲の人の行動や態度、感情のパターンを模倣します。だからこそ誰と時間を過ごすかは想像以上に人生に影響するんです。成功者の素質がある人は成功者との接点を持ち、どうやってそこに行ったか、自分もあの世界に行きたいと興味を持ちます。運や才能で片付けずにどうやって成功しているかを分析する。そして成功者に素直に聞くんです。今あなたが成功者と普段から関わっているのであればかなりいい兆しです。2、目先より数年先を考えることがある。人間は本来今の快楽を優先する生き物です。高度経済学ではこれを現在バイアスと言います。未来の10万円より今の1万円を選んでしまう。成功する人はこの本能に逆らっています。成功者の多くが人生設計を3年、5年、10年単位で設定しています。そうじゃない人は1年後の目標も3ヶ月先のことでさえ設定していない人が多い。数年単位で考える癖がある時点であなたは少数派です。成功は複利と長期視点の先にあります。短期目線だとずっと目の前のことを追って時間が経ってしまいます。長期で大きなリターンを生み出すものを育てることが大事。3、自分を客観視しようとする瞬間がある。自分の思考や行動、感情をもう一人の自分が客観的に把握し、制御する能力のことをメタ認知と言います。成功する人の多くがこのメタ認知の能力が異常に高い。メタ認知が高いと感情や気分に反応せずに自分の何がダメで何が良くてを冷静に分析できて改善できるんです。だから成長スピードが異常に速い。逆にメタ認知が低いと自分の改善点が分からなかったり、分かってるけど目を背けたり、主観的な感情で決めてしまうので、成長の機会をなかなか作れないんです。どんないい習慣や成功マインドも、まず自分を客観視できてないと効果は薄れます。もしあなたが自分を客観視できているなら、素晴らしい能力をすでに持っています。4、同じ場所にずっといると違和感を感じる。脳は移動で活性化します。逆に同じ場所に続けると脳は省エネモードに入ります。同じ場所が心地いい人は安全思考。同じ場所に違和感を感じる人は拡張思考。しかし同じ場所に居続けることは成功者になるという側面では安全ではないかもしれません。成功者たちは定期的に旅に出たり、住環境を変えたり、移動を活用しています。移動することで脳を再起動して価値観をアップデートしてチャンスを見つける機会を増やしているんです。僕は日本からタイに移住して環境をガラッと変えてみましたが、価値観も思考の幅も習慣の質も上がりました。同じ環境でそれまでと違う自分を作るのはすごく難しいんですよね。同じ環境だと同じ自分を演じてしまうからです。環境を変えることで新たな自分に成長しやすくなります。5、人を見る目を磨こうとしている。成功は能力以上に周りの人間関係で決まると言います。人を見る目を磨こうとする人は人生のレバレッジを理解しています。仮にあなたが起業したとして人を見る目を養ってなくて言い訳や愚痴を言う人を採用したとします。そうするといろんなトラブルが起きて時間もエネルギーも奪われていきます。逆に人を見る目を磨いていれば優秀な人間とビジネスができて加速できるんです。どういう人間と関わり、どういう人間から影響を受け、どういう人間と何を成し遂げるかであなたの人生は決まります。僕が人を見る上で注目している点は言葉と行動に矛盾はないか、素直か、言い訳や愚痴を言わないか、努力してるか、嘘をつかないか、約束を破らないかです。相手の行動を観察して関わるべき人間かどうか慎重に判断しましょう。6、優先順位を立ててる。優先順位は人生にとってめちゃくちゃ大事なポイントです。例えばあなたが成功者になりたい、時間もお金も増やしたいと思ったとします。その上で週5仕事をして家に帰ってご飯食べてお風呂に入ってネットフリックスを見て休日遊んでたり家でゴロゴロしてたら成功は手に入れれないでしょう。成功するを前提に優先順位を考えた場合、まずやることは無駄を省く。
そして、できたスペースで自分のマインド自体を底上げする学習の時間にするんです。日々の仕事は、あくまで生活費を稼ぐための時間であり、あなたが働かなくてもお金を生み出してくれるマシンにはなりません。だから忙しく仕事をしているからと満足をしないこと。自分のビジネスを作り、自分の代わりに働いてもらい、時間と収益を生み出すことで成功は手に入るんです。これが優先順位を決めるということです。所得が高い人、例えば年収が1500万円や2000万円以上ある人は、そこから投資に当てることで資産形成を作っていく作戦もあるとは思います。ただ年収がそこまで高くない人は自分のビジネスを作っていくことが大事だと思います。僕は会社員時代に他の同僚が当たり前のように残業する中、勤務時間内にきっちり仕事を終わらせて家に帰って19時から24時ぐらいまで毎日5時間ほど自分の学習の時間に当ててました。友達に誘われても全て断ってました。その毎日を2年ほど送って思考が磨かれ、チャンスを見つけて、会社員を辞めて独立し、今は時間もお金にも余裕ができました。自分を豊かにする時間は何か、成功者になるためには何をまずすべきか、これを考えれて実行に移せる人が成功者になっていくんです。7、言い訳をしないようにしてる。言い訳をしない人は間違いを認め、反省して改善して次は同じ失敗を繰り返さない人です。成功とは失敗をして失敗を減らし成功するしかない状態にすることでもあります。逆に言い訳をする人は自分が間違ってたとしても環境や人のせいにして一時的に逃げてしまいます。これをするとどうなるか。成長できなくなり、同じ失敗をまた繰り返してしまうんです。そして一番のデメリットは、他の人にこの人は言い訳をする人だと認識されることです。成功者は毎回言い訳をする多責思考の人とは関わりません。話が進まないし、問題が定期的に起こり、エネルギーが消耗するからです。言い訳をしないあなたは自責で確実に成長できる人です。責任を持つことで大きなことも達成できる器になっていくんです。8、地味な努力の価値を知っている。成功の種って実は地味なんですよね。自己啓発の動画や書籍で多く語られているいい習慣。瞑想、散歩、読書、ジャーナリング、筋トレ。どれも地味だし、表面上は見えにくい。しかも効果がすぐに出るものでもない。けど毎日の積み重ねで強力な武器になっていきます。土の中にすごく立派な根っこをまずは育てるイメージで、多くの人は土の中の状態は見えてないんですよね。けど自分は知ってる。世間が知るのは、その土から芽が出て、綺麗な花や実を実らせた時。根っこが強いと、どれだけ風が強くても、雨が降っても枯れることはないんです。長期で大きな効果が出ることは、短期では地味だし、効果は出にくい。短期で大きな結果が出ることは、長期では維持できないし、再現できないし、もはや多くの人は効果は出ない。地味なことを続けれる人がやがて勝ちます。9、素直に真似できる。成功者は全員モデリングを徹底しています。パクることは悪ではありません。むしろ成功の再現なんです。うまくいく人ほどどうやって他の人がうまくいったかを分析して、その成功法則をなぞっていきます。ビジネスにおいてもこれは鉄則です。逆に成果を出せない人ほどなぜか自己流にこだわります。成功者はこう言っている。でも自分はこう思うからこれでいこう。という自己流でやってしまうから毎回成果が出ずに人生が変わることがないんです。自分の判断を信じている人が本当に多いです。信じていいのは未熟な今の自分ではなく成長した先の自分の可能性。そのためには成果をこれまで出していない自己流をやらずに徹底的に成功者の真似をする。多くの成功していく人はメンターをつけたりセミナーに参加したり成功者から学んでいます。この謙虚に真似できる姿勢があなたをさらに成長させます。根拠がない無駄なプライドや意地はすべて捨てて謙虚になれる人が成功者になっていきます。10、お金の流れを把握しようとしている。成功者はどれだけ毎月入ってきて、どれだけ毎月使って、どれだけ残るかを把握しています。成功とはお金の自由、時間の自由、選択肢の自由があること。そのためにはお金の流れを把握する必要があります。とりあえず金持ちになりたいな、1億円欲しいな、だとぼやけすぎてて現実にはなりません。いつまでにどれだけ増やす必要があるか。この支出はいらないな。ハイブランドの服、新車は買う必要がないな。45歳で自由を手に入れたい場合、今の所得だと足りないから、今より給与が高いところに転職するか、独立しよう。こういったお金の流れを把握することで、成功を逆算できるようになります。僕は会社員時代に、ファイヤーという概念を書籍で読んで知って計算してみたんです。その時の僕の所得から必要コストを除いて残るお金で自分がファイヤーするにはあと25年以上かかる計算でした。しかも贅沢
確保せず、節約をひたすらしての25年間です。それだと55歳になると気づき、これは前提の今の会社で働き続けることを変えないといけないと理解したんです。そのタイミングで気づいたおかげで、さらに勉強して起業に踏み切り、当時の給料では10年以上もかかる資産を2年で作れました。お金の流れを把握することで動き方を変えていきます。僕のように前提を書き換えることもできます。まず、家計簿アプリで毎月の収支を把握して、いらないコストを削っていきましょう。行ってないジム、使ってないサブスク、高すぎる家賃、見栄の買い物など見直しましょう。どうでしょうか？あなたは何個当てはまってましたか？これまで多くの成功者に会い、成功法則を調べてきましたが、驚くほど共通点があります。同時に成功しない人にも共通点があるんです。その共通の原則があるということは、成功者の共通点を真似して、成功者として振る舞っていくことで成功者に近づくんです。これは料理に似ています。成功という料理を作るためには、必要な材料やレシピがいる。成功者たちはそれを知ってます。で、成功しない人たちは、成功者が使っている材料やレシピを使わずに、成功しない材料とレシピで成功できないという料理を作り続けている。あなたはどの料理を作りますか？他にも皆さんが気づいている成功者の共通点があれば、ぜひコメントで教えてください。大事なのは動画を見て満足しないでください。今日の内容を単なる情報だけにせず、あなたの人生に落とし込んでください。このチャンネルではこれからも世界の実業家たちのためになる情報や自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見ているあなたは本当にすごいです。その探求心と集中力はすでに変化が始まっている証拠。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。